皆さんこんにちは。今回はアメリカ最古のネイティブアメリカンの部族でもあり、高い精神性と伝統を守り、自然と調和し、つつましく謙虚に生きるホピ族についてお話しします。ホピ族は1万年以上前に創造主と交わした約束と教えを現代まで守り続け、世界のバランスを保つために今でも多くの儀式を執り行い、祈りを捧げ暮らしています。彼らは農業と信仰に基づいたアート作品を販売することで生計を立てています。ホピ最古の村は、星座のオリオン座の中央の3つの星と全く同じ位置関係にあり、その周りの主要な5つの星の位置にもそれぞれ遺跡があります。さらに神聖な先祖の地、プエブロ・ボニード遺跡には、創造主の意志を知るために星を観察する天窓のある建物や、夏至や冬至の時に陽光が差し込む窓などが作られ、宇宙や自然に学び、創造主を敬う、信仰深い彼らの生活を知ることができます。ホピとはホピ族の言葉で、平和の民という意味です。メキシコのマヤの末裔である彼らは、数千年間、北米大陸の大移動を繰り返し、およそ1000年前に大精霊に導かれ、アメリカ西部のフォーコーナーズと呼ばれる地域に拠点を置きました。その時、大精霊マサウから授かったものがホピの予言です。その後、彼らは白人によるジェノサイトにも屈せず生き延び、現代までホピの伝統や信仰を守り、ホピの予言を口伝によって代々受け継いできました。その予言が世界に広まったのは第二次世界大戦後のことです。灰の詰まった氷炭が天から落ちるとき、海は沸騰し、大地は焼けただれ、長年不毛となる。眩しい灰の氷炭が世界を終わらせる。ホピの人々は第二次世界大戦後、その文言そのままに日本に落とされた原子爆弾のことだと気づき、ホピの予言を世界に知らせるために行動を起こし始めました。なぜなら次の予言もあったからです。灰の氷炭が落ちたならば、東の果てにある雲母の家に行って何度も戸を叩け。雲母とは鉱物の一種で、古くから透明のものはガラスと同じ用途で使われており、東海岸のニューヨークにある国連本部の建物がガラス張りのビルであることから、彼らは環境破壊と地球の危機を訴えるため、国連総会への参加を求めました。はじめは相手にされませんでしたが、ホピの予言の多くが歴史的事実を言い当てているということから、1976年にようやく認められ、国連総会で演説することが叶い、核の誤用がどんな結果を招くかを各国代表団の前で警告し、力強く世界平和の祈りを捧げ、世界中から注目されるようになりました。1万年以上前から伝わるホピの神話によると、今の文明は4番目の世界であると言われています。そしてこの第4の世界が滅亡する前に、9つの前兆が起きるという予言があります。1、白い民が大陸にやってきて人々を撃つ。白人によるアメリカ大陸の発見と先住民の虐殺のことと言われています。2、大きな音を出す木の糸車が押し寄せる。滅馬車隊の到来や自動車の普及と言われています。
3、バッファローに似た角が長く大きな見たこともない獣が大群をなして走り回る。牧畜のために持ち込まれたヨーロッパ産の牛のことです。4、鉄の蛇が土地を横切るようになるだろう。アメリカ大陸横断鉄道の建設のことでしょう。5、巨大な蜘蛛の巣が大陸を覆うだろう。電線や電話線などの通信網の予言だと思われます。6、大地に石の川が現れ交差するだろう。舗装道路、特にハイウェイ建設のことと言われています。7、海が黒く変色して、それによりたくさんの生物が死ぬだろう。2010年、メキシコ湾原油事故による環境破壊のことと言われています。8、長髪の若者が我々を訪ね、インディアンの生き方と知恵を学ぶだろう。60年代後半から70年代のヒッピームーブメントだと思われます。すでにこの8つの予兆は的中していて、次の予兆が実現すると、第4の世界は間もなく終わるそうです。9、天の住居が大音響とともに落ちてくる。そして青い星が見えるとき、私たちの儀式は間もなく終わるだろう。天の住居は国際宇宙ステーションであり、青い星は彗星などの天体現象とも言われています。そう考えると、この予兆も現代になると絵空事ではなくなってきました。ホピ族がおよそ100年前に自分たちを戒めるために岩に描いたロードプランと呼ばれる有名な予言の岩が存在します。岩には第4の世界が描かれていて、大精霊マサウが握る足の先に2本の道が書かれています。上の道は生き方を失った物質中心の文明の道で、ジグザグになり混沌へと向かい、突然終わってしまいます。人類がこのまま物質的な世界を優先し、自分たちが霊的な存在だということを忘れてしまうと、それは上の道を進むことになり、破滅へと向かうことを示しています。下の道はホピの生き方で、創造主とつながり、トウモロコシを育てていて、自然と調和をとりながら質素に暮らしています。そしてその先には豊かで幸せな道がずっと続いています。下の道には3つの円が描かれ、それは私たちが体験してきた2度の世界大戦と、そして将来起こる3度目の大戦、または世界的な浄化であると言われています。現代の私たちは、ちょうどその3つ目の円の手前にいて、上下の道を結ぶ縦線の前で、まさに二極化する分岐点にいます。どちらに進むのかを決める重要な時期に立っているということがわかります。平和がずっと続いていくホピの生き方とはどのようなものでしょうか。それは母なる大地とすべての命とつながり、感謝を持って生きる生き方です。ホピの予言では、9個目の予兆が現れたら、間もなく今の世界はリセットされ、その後、第5の世界が始まります。大精霊が現代の私たちに告げているのは、世界の人々が命と環境への態度を完全に変化させることだそうです。
命を祝い、母なる大地に敬意を払う心を持ち、人類が新しい態度で結束すれば、霊的な箱舟に乗り、次の世界へと無傷で運ばれるそうです。ネイティブアメリカンの小さな部族が世界規模で起こっていることを予見し、このような壮大なメッセージを発信している事実に驚くばかりですが、嘘か誠かという話ではなく、私たち一人一人が人類の行く末を担っているという自覚に目覚め、大自然の一部として生きるホピの人々の生き方を学ぶ時なのかもしれません。このチャンネルでは今後も YouTube でどんどん配信していく予定ですので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしております。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。